はい、どうも藤井です。今回紹介するのは坂本龍一さんです。自分は音楽が好きになったきっかけが YMO でして、このチャンネルでも1回目が YMO のテクノデリック、そして高橋幸宏さんと細野晴臣さんのソロアルバムも紹介しています。当然坂本さんのソロも好きで昔から聴いてはいたのですが、1枚紹介するとなると、どれにしようかなと思って、一番最初にすごいインパクトのあったこのアルバムにしました。サードアルバムの左腕の夢です。はい、このチャンネルでは1972年生まれの私藤井が自分の好きな影響を受けた CD やレコードを順を追って時に寄り道をしながら紹介しています。坂本龍一さんは1952年東京生まれ、幼い頃から音楽を学び、東京芸術大学在学中からスタジオミュージシャンとして活動を始め、そういった活動の中で細野晴臣さんらと知り合い、1978年にイエローマジックオーケストラ、YMO ですね、を結成します。この YMO はご存知の通り、シンセサイザーやいわゆる打ち込みを駆使したテクノポップと呼ばれる音楽で日本で大ブームを起こし、海外でも活動しインパクトを与えた日本のポピュラーミュージック史上非常に重要なグループですね。で、YMO のファーストアルバムが発売される1ヶ月前、1978年10月に坂本さんはファーストソロアルバム千のナイフを発表しています。このアルバムはいわばプレ YMO といった感じで、収録曲の千のナイフや The End of Asia は YMO のライブでも頻繁に演奏されました。そして YMO がヒットを飛ばし、坂本さんも時の人スターになっていくんですけど、スタジオミュージシャンはアルバイトだと思って始め、 YMO もその延長のように思っていたということで、その状況に非常に戸惑ったと後に語っていますね。そういったYMO ブームが過熱する中の1980年9月にセカンドソロアルバム B2 ユニットが発表されます。こちらは非常に先鋭的で尖った作品になっています。個人的にもこれが一番好きかなと思う時が多いんですが、でもその分、よく語られるアルバムだなとも、思っています。だからあえてというわけでもないのですが、今回のメインはサードアルバム左腕の夢です。こちらは1981年10月に発表されました。YMO のテクノデリックの1ヶ月前ですね。このアルバムも B2 ユニットや同時期の YMO のアルバムと同様、実験的要素の強い作品ですが、より日本的、アジア的なイメージの作品です。B2 ユニットがヨーロッパ的で重々しかったのに対して、どこか風通しの良い抜け感を感じますね。それは多分81年3月発表の YMO BGM の制作時、坂本さんはストレスを抱えて不調だったと言います。しかし BGM の制作終了後、韓国へ旅行に行きリフレッシュできたのか、続くテクノデリックのレコーディングは、好調に行えたそうです。この左腕の夢のレコーディング時期はテクノデリックと被っているので、心身ともに好調な時に制作されたことが、風通しの良さにつながり、アジア的なテイストは韓国旅行によって触発されたものがあったのかもしれませんね。それでは1曲ずつ見ていきましょう。1曲目は僕のかけら。和太鼓的なパーカッションのリズムからスタートする非常にアジアテイストの強い曲です。ちなみにこのアルバムではパーカッションで千葉清彦さんが参加しています。この曲調は後のラストエンペラーのサントラなどに、直接つながるような印象を受けますね。後半の坂本さんのボソボソとした語りも好きです。2曲目、猿と雪とゴミの子供。こちらもエスニックな印象のドラムから始まり、坂本さんの素な感じの歌ががっつり聴ける曲です。歌詞は糸井重里さんが書いていて、どこか絵本のような世界観です。
3曲目はカチャクチャネー。作詞は矢野顕子さんで津軽弁だそうです。短い歌詞を必要に繰り返し奇妙な緊張感があります。しかし語感としてはユーモラスにも聞こえて、なんとも不思議な感覚の曲です。4曲目 The Garden of Poppies。 こちらもお祭りの太鼓のようなリズムから始まり、歪んだシンセのような音、これを自分は、BGM の線のナイフや音楽の計画と似たような音なのでシンセだと思っていたのですが、ウィキペディアだとエイドリアン・ブリューのギターだと書いていますね。これどうなんでしょう。どちらにしても、その音がすごく気持ちいいサイケ感のある曲ですね。5曲目、これはリラッシェと読むんですかね。こちらは、エイドリアン・ブリューのギターだとはっきりわかるプレイが聞けますね。ということはやはり前の曲もギターで間違いなさそうですね。この曲は普通にファンキーでノリの良い曲です。はい、ここからアナログ版だと B 面になりまして、6曲目、Tell Them to Me。 矢野顕子さん作詞による英語詞の曲です。複数のパーカッションによるリズムが独特のエスニックな世界観を作っています。エイドリアン・ブリューのギターがここでも聴きどころですね。7曲目 Living in the Dark。 ムーンライダーズの樫渕哲郎さんが作詞をしています。こちらもタムを多用したリズムパターンで、おそらく幸宏さんが叩いていますね。ベースは明らかに細野さんですね。これはわかります。8曲目スラットダンス。こちらは短いインストゥルメンタルの曲です。混沌とした中から浮かび上がってくるメロディーが印象的です。9曲目ベネチア。こちらも樫渕哲郎さんの作詞です。タイトルからしてヨーロッパ的イメージの曲ですね。とても大敗的で短美な印象を受けます。そしてムーンライダーズっぽさもすごく感じますね。全体的にアジア的イメージのこのアルバムの中で浮いてるような気もしますが、個人的には一番好きな曲です。10曲目ラストは猿の家。こちらはもう猿の鳴き声で構成されていて、もう曲と言えるのかどうかという感じなんですが、久々に聴いたら結構かっこいいなと思いました。サンプリングで構成された曲を聴き慣れた耳で聴くと気持ちよさを感じるようになっているという、そういうことに気がつきました。以上10曲が収録曲です。はい。で、自分のこのアルバムとの出会いはというと、最初 YMO のテクノデリックの時にも触れたのですが、小学5年生くらいの時に友達の N 君の家に遊びに行くと、レコードをお兄さんからいっぱいもらってて持ってたんですね。で、自分はその時 YMO にすごく興味があったんで、このテクノデリックを借りて聞いたんですけど、その時この左腕の夢もあったんですね。しかしこれは、CD だから小さくてそうでもないんですけど、もうアナログ LP だとなんていうか、もうこんなに大きくって、これ見た瞬間にうわっとかなって、ちょっときしょい怖い触れんとこみたいなそんな風になってちょっと触れてなかったんですね。で、改めて見てみると、このテクノデリックも結構きしょいメイクしてるんですけど、これは単純に大きさの問題ですかね。で、しかしその後自分は YMO に完全にはまってしまって、それでしばらくして、そういえばあれ坂本龍一だったよなとか思って、それであれちょっと聞かして、ちょっときしょいやつという感じでこう借りて聞いたんですね。それで第一印象は、最初の方の曲の歌詞とかがちょっと面白い感じで、ちょっとふざけた感じなのかなとか思いつつも、ベネチアなんかはすごくかっこいい曲だなと思い、最初から好きでしたね。でも最後の猿の家で、これやっぱりふざけてんのかなとか思って、そんな風に思ったんですけど、でもその後もこのアルバムはなんか妙な中毒性があって何度も聴きました。
で、その後の坂本龍一さんですが、1983年に映画戦場のメリークリスマスに出演し、サウンドトラックも手掛けます。同じ年に YMO は3回、解散してますね。1984年にはソロアルバム音楽図鑑を発表。その後もコンスタントにソロアルバムを発表していき、その傍ら映画音楽も多く手掛け、特に1988年のラストエンペラーではデビッド・バーンとともにアカデミー賞を受賞しています。その後も精力的にさまざまな活動を行っており、現代の日本を代表する音楽家と言って過言ではない存在だと思います。はい、というわけで今回は坂本龍一さんの左腕の夢紹介しました。改めて聞いてみると、当時ちょっと奇妙だなと感じていた部分、アジア的なところとか、そういったところがとても金銭に触れるような感じがしました。でもやっぱり一番好きなのはベネチアかなと。自分はこういったちょっと短美的な雰囲気に弱いんですよね。そしてなんといってもこのジャケットのインパクトですよね。これはぜひアナログ版の大きさで体験してほしいです。でもこれ見ているとなんかこう不思議な世界に誘い込まれるような音楽の内容に合った良いジャケットだと思いますよ。はい、というわけでこのチャンネルでは主に80年代のイギリスとか日本のバンドを中心に紹介しています。よろしかったら他の動画も見てやってください。ではご視聴ありがとうございました。